ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はアロンディルよ。彼はユングビルドに出現する死体で、たくさんの女性の幽霊を従えている不埒な資料術師よ。今回は特に AE におけるアロンディルについて紹介するわ。AE はあくまで要素を追加するものであって、既存のものに手を加えたりはしてないのだけど、資料術師は例外的に性能が変更されているわ。もちろん SE より強くなってるから、それだけ獣人として優秀になっているわ。というわけで早速性能を見ていくわよ。始まるよー。アロンディルは霊気魔法を得意とする魔術師よ。聖ヘレベルのアイスストームまでしか使うことはできないけど、両手で連発すればかなりの殲滅力になるわ。彼の最大の強みだけど、それは最大間近の高さにあるわ。彼の現在の装備を見てみると、間近の資料術師のフード極限と、資料術師の蘇生のローブを着ているわ。これらは AE コンテンツの資料術のグリモワールで追加された装備で、資料術師の敵がランダムで着ていることがあるわ。SE では頭には何も着てなかったし、ローブもせいぜい間近回復速度プラス75程度のものだったから、最大間近回復速度ともに SE より大幅に強化されているわ。さらに彼はハイエルフで、種族特性の最大間近プラス50もあるから、最大間近の高さではおそらく彼を超える獣人はいないわ。魔術師と間近切れは切っても切れない問題で、戦闘開始直後は景気よく魔法を打てるのだけど、一度間近が切れると弱い魔法をちびちびとしか打てなくなってしまうわ。最大間近が高ければそれだけ多く魔法を打てるし、間近回復速度も高いから、一度間近が切れてもそこそこのペースでアイスストームを打てるわ。熟練者レベルのアイスジャベリンこそ使えないけど、AE においては実質的に彼が最強の霊気魔術師と言っていいと思うわ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがアロンディルのステータスよ。霊気魔法は精鋭レベルのアイスストームまでしか使えないのだけど、霊気強化をランク2まで取得してるし、範囲攻撃という強みもあるから、実戦で威力不足を感じることはないわ。アンデッドは大抵霊気耐性を持ってるのだけど、聖者の涙でレベル21までのアンデッドを逃走させられるから、アンデッドがメインのダンジョンでも意外と活躍できるわ。アンデッド帰還というのは AE で追加された召喚魔法で、レベル15までの資料術で蘇らせた死体を即死させる効果よ。あまりにも使いどころが限られる効果に見えるけど、レベル15以下であれば通常のアンデッドでも逃走させることはできるみたいね。聖者の涙と効果が被るけど、こちらはダメージがあるから一応攻撃手段にもなるわ。彼は資料術師だから当然資料術を覚えているのだけど、これは実際には使わないみたいね。勝手に死体を蘇生されると灰になってしまうから、資料術師の銃とは使いづらいと思っていたのだけど、その心配をしなくていいのが嬉しい要素だわ。最大間近が高いからより多くの魔法を打てるし、体力や魔法耐性といった耐久力に関わる能力にも優れているから、これで霊気以外の魔法さえ使えれば言うことなかったのだけどね。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。ドーンスター東の小島にユングビルドという洞窟があるからそこに入って、ある程度進むとユングビルドの玉座の前のドアがあるからこの直前でセーブするわ。扉を通るとすぐにアロンディルがいるのだけど、もしローブが通常のものだったら、ロードしてドアの前からやり直すわ。AE の追加ローブを着てたら、倒して彼の死体を手に入れるわ。追加ローブといっても種類が色々あって、目当てのものを装備してるとは限らないのだけど、防具をすべて剥ぎ取ってから蘇生して、大きめのロードを挟むと防具が復活するから、これを繰り返せばいずれ目当ての装備が生成されるわ。どのローブが生成されるかはプレイヤーのレベルによって変わってくるのだけど、レベル34なら、間近の資料術師のフード極限と、資料術師の蘇生のローブの組み合わせが最も強力よ。付呪なしのフードとローブが生成されることもあるから、これらに自分で付呪して装備させることもできるわ。実は出現時にどちらのローブを着てるかによって中身が別物になっていて、通常のローブを着てる方のアロンディルは何度この手順を繰り返しても追加ローブが生成されることはないわ。だから追加ローブを着てる方が現れるまでロードする必要があったわけね。彼のレベルはユングビルドに入った瞬間に決まるのだけど、レベル29以上で入れば最大レベルのアロンディルが出現するわ。彼の死体は消えることがないから、
保存アイテムは持たせなくても大丈夫よ。ユングビルドでは彼の日記を集めてベケルに渡すクエストが発生するのだけど、これを終わらせたからといって死体が消えるようになることはないわ。そんな装備で大丈夫か？彼の最大の欠点は霊気魔法しか使えないことだけど、アンデッドが相手ならダメージは軽減されてしまうけど、一応戦うことはできるわ。問題は霊気に完全耐性を持つドワーフオートマトンが相手の場合ね、有効な魔法を一つも持ってないから接近して殴りかかってしまうわ。何でもいいから弓矢を持たせれば、とりあえず敵に接近することは防げるわ。この際適当な付授された弓と召喚杖を持たせれば、霊気を無効化する敵が相手の時だけ召喚杖を使わせるという運用も可能よ。銃とに杖を持たせるとあっという間に重点を使い切ってこまめに補充しないといけないのだけど、この運用なら限られた条件でしか杖を使わないからそこまで手間はかからないわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はアロンディルについて紹介したわ。とにかく最大間近の高さが魅力の死体よ。AE では装備のおかげでさらに強化されているから、他の魔術師と比べて明らかに魔法を打てる回数が多いわ。霊気魔法しか使えないのは残念だけど、それを差し引いても使う価値のある死体だと思うわ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。